逆に言うとやりようがあるんですね。僕の周りみんなほとんどやってます。付け焼き場じゃダメですよ。新しい服買えばいいんですよ。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。某駅前で選挙活動してる元タレントの某議員さんを間近で見たんですけど、もう肌がトゥルントゥルンで、さすが元芸能人だなと思いましたよね。メンテナンスがもうしっかりされていて、ちょうど俺が行った時には別の人が演説してて、で俺ちょっと友達の飲みの待ち合わせがあったから、そこをテクテクって通り過ぎた時に、おそらく休憩に入ってたのかな、向こうからタタタって走ってきてすれ違った時に、あ、テレビで見る人だと思ってこう見たんだけども、肌がもうトゥルントゥルンで綺麗と思って。逆に言うとやりようがあるんですね。防ぎようがある。なんだっけ、オリエンタルラジオの藤森そう、そっちの人。あの人すごい肌ケアしてるんだよね。スキンケアやってます。スキンケアやって、ほんでなんか YouTube とかでもやっててっていう。アインシュタインの河合さんとかも結構やってますね。ああ、そうなんだ。イラちゃんじゃない方です。ああ、そうなんだ。美容で。美容男子ね。そう、でもあれを見ると、俺ももうこの年でこんなになっちゃったけど、あ、やっといたら違ったのかなとは思うよね。こう朝さ、顔洗って、もう生意気にもこう鏡見るんだけど、おい、消してんなとか見ながら見るんだけど、でもやっぱ肌はね、ちょっとメンテナンスしてたら違ったのかなとか思うよね。まあいいかってなるんだけど。僕今年42なんですけど、僕の周りみんなほとんどやってます。スキンケアで言われます、めっちゃ。やらへんの。なんか大谷選手が化粧品のCM になってコーセかあれで男性の化粧水とかの購入がめちゃくちゃ増えて、みんな大事って思い始めた。なるほど。何年か前の甲子園でもさ、その甲子園球児優勝した高校だったっけ、なんかすごいスキンケアをしてて爽やかルックでこう話題になってた選手いたよね。いました。でちょっと新しい時代の選手像だみたいな感じで、いわゆる丸刈りで汗にまみれて真っ黒になって泥臭くっていうんじゃない、もう本当にこう画面からもこうシトラスの匂いが漂ってきそうな爽やか選手がね、でまた実力も伴ってたから話題になってたよね。今からでも遅くないですよ。もう遅い。もういい。僕もあんま気にしてないんで。見ておくれ。一応買ったんですよ、僕も。お風呂上がりに顔塗るクリーム買ったんですけど、もう3日ぐらいでやめます。そう、忘れるんだよね。習慣づいてないから。みんな何きっかけで始めるんでしょうね。なんかその選択肢が発生したことないんですけど、今までスキンケアをしようっていう。そう。あ、ここでしといたらみたいなのがないんですけど。僕はもう完全に周りの影響です。その周りがいつ始めたのかよくわからないんですけど。なんか頼朝くんの身の回りにちょっとときめくいい人が現れちゃったりとか。そういうタイミングで。そういうタイミングでやっぱり。お、ちょっと俺もみたいな。そういう。ちょっと一応ひげ剃るかみたいな。でも確かに身だしなみに気を使うのはそういうタイミングです。そうなんですかね。そういう意味で言うと、でもそれまでにやっておかないと、その時がいざ来た時に確かにもう遅い。もう遅いですね。そんな付け焼き場じゃダメですよ。常に準備しておかないといけないもんなんだろうなと思いますよね。そう思うと推し活ってすごいよくって、推しに合うから小綺麗にしようみたいな、そう気持ちになるんですよ。ちょっとおしゃれしようとか。なるほど。男性はちょっとわかんないです。アイドルを終わってやればいいだけかもしれないんですけど。いや、男性だってそれは推しに合うんだったらちょっとやっぱりさっぱりしたいんじゃない？さっぱりしたい割になんかその雑巾みたいな匂いする人がよくいるって話題になるよね。言うてでこの間俺もさ、雑巾の匂いさしちゃってさ、俺ちゃんと洗濯してるし、そんな匂いしたことないのに、今日も大丈夫だよね、俺多分。大丈夫です。なのに、その日ね、ちょうどね、俺東京で人に会う日だったのに、
俺ずっと津田君と2人でさ、東京オフィスのミーティングルームでほらオンラインで会議してたじゃん、あの時にあの部屋がずっとほんのり雑巾臭くて「津田君」とか思って「ダメだよ津田君」とかって思ってたんだけど、ミーティング終わって1人になっても雑巾の匂いが取れてあれ俺これ俺っていうことがあって、もうそのまま人と会わざるを得なかったんだけど、ああいうことはまあ往々にして起こるんだなと思いつつでもね、ちょっとそういう話多すぎますから世の中。皆さんもうちょっとね、洗濯なのかなんか気を使った方が。服にやっぱりこびりついちゃって取れないらしいんで、煮沸消毒とか、やっぱ漂白とか時々しないとこびりついちゃうし、あと新しい服買えばいいんですよ。まあそうね。バックアップの一枚。ちなみにこれも服についた汗の匂いを消臭します。で冷たくなりつつ消臭効果もある。消臭効果もある。いいね。というという感じなんですかね。頼富君のこだわりでした。はい。ありがとうございます。すごい。今扇風機の真ん中が冷たくなるやつ知ってます？そうね。ペルチェ素子とか。ペルチェ素子のやつ。俺そのペルチェ素子の首につけるやつを一応持って。ああ。だけどな、そんなに冷たくなんないんだよ。そうなんですよ。僕もあれ気になってたんですけど、やっぱずっとつけてると慣れてくる慣れちゃうね。これも一緒なんですよね。やっぱつけてると慣れてきて、確かにここがべちょべちょしてる方が気になってきて。逆にこう汗でね、べちょべちょしますもんね。だから一瞬だけですよね、これが使える。そう、ペルチェ素子でここ冷やしてもね、これ本当に効果あんのかなって気持ちになってきて、そうなんですよ。で今年もちょっと出してくるのも大きくなって、充電させなきゃいけないし。気になってるのはリュック背負うと熱くなるじゃないですか。はいなんか冷却ジェルがあって、ジェルあ背中に入れる。背中に入れるってどういうこ冷却ジェルみたいなのをリュックと間に挟むみたいなのだから凍ってるやつってことじゃなくて、凍ってない。多分凍傷になると思うんですけど、確か冷やして長く持たないような気がしますよね。やっぱりどれもこのなんかすごい氷、この冷たいやつにこれ単体だと結局 2,3 時間で溶けちゃうんで。ちなみに僕はこれが一番いいなと思ってまあ、す。これね。確かにこれはね、結構いいです。リュック勢なんで。と？そうなんですよ。それはまあ確かに効果はあるんですけど、慣れてくるとやっぱり足りなくなってくるんですよ。これはすごくいいと思うんですけど、ゲームでいうエリクサー状態になってしまって、いつ使うっていう。わかります。そうですよ。いやこうもうちょっとこれやばくなったら使おうと思ってて、そうだよねずっと使わないで前のシーズンから越してきてるやつ。なんかこれがさ、段ボール1000個くらい入って100円とかだったら、もうバンバン握るけど、まあそれはそうです。 200円はちょっそうとね、なんですよ。だからちょっとなかなかそう簡単にいけないよ。踏み切れなくて、多分もう賞味期限切れになるのでずっと多分使わない可能性がありますよ。去年東京ゲームショーでシティコネクションさんのブースが多分これ配ったはずで、あーなるほど。確かラッシングビートのやあつやからイベントとかだったらいいかもしれないね。うちは配ったりとかもあるけど。もらいましたけど多分使えないですね。僕全くそれ同じものを持ってて、はい。それを使えてないです。あー全シーズンから。じゃあビットサミットですかね。ビットサミットです。ああビットサミットでしたっけ。それは使えばいいじゃん、もらい物なんだこう真ん中なんかパンチのマークが入ってるやつ。ああそう、もうなんかもったいそうなんですよもったいないしみたいな。エリクサーになります。使えない。ハマってるものって僕はパッと言われたらこう趣味っぽいことをイメージするというか、あーそう生活っていうところの部分とは違うところうんを考えてしまうなと思ったんですけど、でちょっと意表をつくそうですそうですものが出てきたなって感あーじことをね。はい。なるほどなるほうんど。まあでも確かにまあ時期もあるしね。うんまさか頼富君があんなに揃えてるとは俺は思わなかったけど。あれもうだって今日話すためにあれを全部持ってきてくれはったんやなと思ってすごいありがたいなと思って。始まった途端下から何かゴソゴソ出し始めたから何かなと思って。